さあ今日もガチエンジョイプレイやっていきたいと思います。クッパジュニアちゃん、そして空豆、ローラータイヤ、もくもくバルーン。さあ僕がね、バトルで使うおなじみのカスタマイズでやっていきたいと思います。さてウォーターパーク、ミュージックパーク、ベビーパーク、もうパークが3つ揃った状態の中からね、お任せを僕はちゃんと選んでいきますよ。さて今回ですね、6月29日、バージョン 1.2、がですね、マリオカートアップデートありましてリリースされました。そのね、いろいろ変わった点があるので紹介しながらやっていきたいと思います。はい、まずはこちら、排気量とコースがこのねマッチ画面で出るようになりました。これによってね、始まった時にミスが皆さん少なくなるんではないでしょうか。これ両アップデだと思いますね。さあやっていきましょう。ジュゲムちゃんよろしくお願いします。3、2、1、0。さあ1位がカロンなので、それをねなんとか潰していきたいなと最初は思いますね。さあここで1位の方見えてるので潰していきます。さあコインを集めながら、勝ちに迎えるアイテムをね探していきたいと思います。さあ赤コーラが表、裏にキノコを持った状態で、さあここでね、次、周回カウントが終わったらショートカットして1位になりたいと思います。さあここで前に出て、さあ赤コーラをね表に持った状態で防御しながら前に進んでいきますよ。さあ、バナナを表に持ち替えて、ここはね7周走るんですけども、トゲゾコーラが来ている。しかしこのタイミングでねうまくクラクションが来てるんですね。ありがたや。さあ5周目にありました。コインを表に持ってきて、さあ裏のアイテム確定させていく。何が出るバナナだ。ショートカットを決めて、さあバナナの裏のアイテムを取って防御をしっかり固めていきましょう。後ろですね、メタルマリオとうとう来てますけども、このまま逃げ切れるといいんですが、さあどういう展開になってくるでしょう。怖いのサンダーといったところでしょうか。さあ裏にあったバナナを表に持ってきて、裏のアイテムをさらに入れ替えていく。バナナ緑コーラの並びで、さあこのままね1位で終わりたいと思います。本日1列目終了です。はい、皆さんねちょっと気づいたかもしれないんですけども、なぜ軽量なのかとことなんですけども、なんと今回のアップデートでですね、下位からの逆転がしやすくなるアイテムが増えましたという部分がありましてですね、基本的に今までの環境というのは、前に出た方が、タイムアタックをして、後ろでこう出た攻撃アイテムで回がね潰し合ってしまうという現象がかなり多かったんですけども、その辺が大きく改善され、回からの逆転ができるようになりましたということでね、さあいろんなカスタマイズ使っていきたいと思います。さあマリオ、スタンダードバイクにローラータイヤ、紙飛行機でやっていきたいと思います。さあもちろんお任せ選んでいきますよ。最初にね今軽量を使ったんですけども、今度は中量級ということでね、どんなカスタマイズでもね、トップを目指していけるんだというのをね証明できればいいなと思いながら、進めております。さて、ピーチサーキット、ネオクッパシティ、そしてチクタクロック、お任せの中からお任せから出てきました。こちらまた出ますよ。じゃん 150cc3DS ミュージックパークということでね、こちら走っていきたいと思います。中量級なので、前張り、前で逃げ切ったりっていうのがね前だとちょっと難しかったんですけども、さあこの辺ねどういう風にやっていくか大事にしたいと思います。ジュゲムちゃん2レース目よろしくお願いします。3、2、1、0ということでね、最初のアイテムボックスを取って、ここで、カノンに当たり負けをしたのかな。これはその後ろからもガツガツと当たられて一気に4位まで落ちてしまいました。コインを持った状態なんですけども、現状ね、加速系アイテムだったり攻撃アイテムがないので、なんとかここでアイテムを補充したかった。はい、6位で進んでいきたいと思います。さあここで前に出て、はい2位まで上がりました。これお尻に気をつけてね、前の方のお尻に気をつけながらアイテムを確保していきたいと思います。ダブルアイテムボックスを取って、さあお尻に当たらないように。さあ現状、表にね、赤コーラ、裏に、コインを持った状態で進んでいっております。現状ね、4コインなんですけども、この4コイン、あんまり役に立つかと言われると微妙なところではあります。しっかりコインをね増やして前に進んでいきたいと思います。ここで緑コーラをスナイプされてしまう。実はこれちょっと美味しいんですよね。なぜかというと、今ねマップを見てもらうと分かるように、そんなに1位と最下位までの差が離れてないんですよね。なのでどういうことが起きやすいかと言いますと、逆転しやすいアイテムがね増えた。このようなねキノコとかがすごい出るのが増えたんですけども、
下位からの逆転がしやすいイコール1位潰されやすいっていう場面もあるんですよね。トゲゾコーラも割と相対的に出やすくなってたりしますので、そういった部分でトゲ受けをしてもらいたいなと思います。なのでここはショートカットしません。後ろからの赤コーラは赤コーラで消して、できるだけ前の方を逃がしていきたいと思います。ブレーキしても、もう無駄だよっていうような距離を保ちながら、さあ来ましたトゲゾコーラ、お待ちかねですよ。さあこれが1位の方に当たって、ちょっと当たらないように気をつけましょうね。で表に赤コーラを持った状態で3周目中盤を過ぎていくところ、ゲッソーで目の前を追い隠されてしまう。これちょっと危ないですね。できるだけミスらないようにしていきましょう。さあ裏のアイテムを取って、何が出る裏のアイテムがコインですね。コインはちょっと寂しいんですけども、これはね、このまま防御が、ちゃんとできれば勝ち確定だとは思いますので、あとねサンダーが少し怖いんですけども、今サンダーが落ちてないということは、次のねところ、おっとここでちょっとミスってしまいましたね。お危ない危ない。こういうのが2の人になる時もあるので気をつけてください。1位フィニッシュ。割と今の勝ち筋として、2周目の頭に、2位にいた方が潰してくれたんですけども、それによってトゲを受けることが全くなくなったっていうで、トップ集団には残りつつトゲ待ちをして1位を狙っていくっていうのが本当にバシッとこう決まったような形ですね。はい、ということで3レース目やっていきたいと思います。軽量級中量級とやったので、今度はね重量級でやっていきたいと思いますよ。一昔前ね僕が愛用していたマシンでいきたいと思います。クッパシップ、おっと時間がない。スカイローラー紙飛行機でやっていきたいと思います。もちろんお任せですよ。はい、ネオクッパシティ GBA マリオサーキットの中、もしくはお任せから出てくるような感じですかね。さあどこが来るかな。なんといってもね、アップデートで一番変わったことっていうのは本当にアイテムもそうなんですけども、基本的にゴールした時のマップをね皆さん自分のやってる時の画面でも見てほしいんですけども、全体的にこう団子で終わるようになってるんですよね。そういう調整なので、つまり最後のアイテム何を持ってるかっていうのがすごく重要になってきます。さあそれを意識しながらまた3レース目やっていきましょう。3、2、1、0。はい、1位スタートなんですけども、ここはねショートカットが非常に多いコースなので、1位をね、最初から使いません。攻撃当たらないように最初にキノコを使ってコイン集めです。なんといっても3周目に大事になってくるのが、ここぞという時の馬力なので、スピードはね保っていきたいのでコインを最初に集めたいと思います。そして重要参考人となる、後ほど説明したいと思うんですけども、それをね、集めながらやっていきましょうということで、現在10位なんですけども、一番下まで降りました。はい、意図的ですねこれは。でダブルアイテムボックスで攻撃を入れ替えます。さあここでトリプルダッシュキノコ前に出たいと思います。さあ重要参考人の1人テレサちゃんが出ました。何を探していたかというと、サンダーを一発食らっても大丈夫というようなアイテムですね。さあこれを持ってガンガン前に上がっていきたいと思います。皆さんね今ぜひご覧ください。このマップどれだけ固まっているか、今までのねアップデート前だったらそんなになかったと思います。さあここで前を追いかけながら、これねお尻の甲羅には気をつけて、危ない気をつけつつね前に進んでいきたいと思います。表にテレサを持った状態でクラクション、これは、テレサはね攻撃がひどい攻撃が来るかサンダーを読んで使うかのどっちかにしたいと思います。現状この位置なんで、おっとファイアボール来たので使います。ということで今相手のね、1位にいた方は、僕の位置が全くわからない状態なので、このテレサが切れるタイミングでねクラクション使って潰したいと思います。はい、潰れてくれました。これによってね、キノコを持った状態で1位、トゲゾウコーラが来ても大丈夫だよという状態を作っておきます。こっからある負け筋としてはサンダーなんですけども、サンダーが落ちても2位3位4位がねここでアイテムボックスを取っている現状ではないので、はい、このまま進んでいきたいと思います。さあサンダーはないぞということで、ここでショートカットをして、はい、1位フィニッシュ、ありがとうございます。イエイイエイイエイって感じですね。はい、なんといってもこの今の、勝ち筋の作り方としては、最初にコインを集めたっていう点と、ショートカットを利用してね、サンダーが来ても大丈夫なアイテムを、結果としてサンダーは落ちなかったんですけども、自分を完全に守ってくれるアイテムをね持っていったっていうのがすごく大きい部分になってきます。さてさて今日はもう4レース目を最初からもやるつもりでいました。前のね動画でね、アップデート前の動画でこれ強いよって言ったねカスタマイズなんですけども、モートンちゃんですね。さあ重さがすごく強かったんですけども、その辺重量級の中でも重量をねさらに重視したカスタマイズだったんですけども、このカスタマイズもやはり強いには強いです。でも、ほとんどね軽量から、重量までの差が
ないと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。なぜかというとアイテムの使い方、最後のどのアイテムを出して勝負するのかっていう部分がね特に大事になってきてはいるので、その辺を頭に入れつつ立ち回っていくことが特に重要になってきます。ということで前回強いと紹介したモートンちゃんでやっていきたいと思います。 GBA チーズランド 150cc です。さあ本日ラストレースよろしくお願いします。3、2、1、0ということで進んでいきたいと思います。まずはねコイン集めをしていきましょう。このコースは、ここで最初に潰されてしまう。でもね今ねこれはちょっと今噛んじゃったんですけど、今の、現状ですね、アップデート後の環境だとこれ全然まだ全然余裕ですよ。まだ追い上げれる、全然追い上げれるということでね、ゆっくり進んでいきたいと思います。まずはコイン集めですね。いきなり強いの来ましたよ。スターとテレサというね2回サンダーを回避できるアイテムが出たので、これがかなり強い。もう一回落ちましょう。これ全然大丈夫ですよ。これこっからでもまだ追いつけます。さあスターを使いながらこれでねショートカットをしつつ前に進んでいきたいと思います。さあ裏のアイテムが出ましたね。キラー、これでさらに前に進めるのが確定したのでまだ勝ちの目が残っている状態です。さあ現在7コインでもうちょっとコインを集めつつ前に進んでいきましょう。現在8コイン、表にテレサ、裏にキラーを持った状態でちょっとね接触が怖かったので使いました。ということで、1位の方のねアイテムでしょうか。これクラクション持ってたらかなり強かったんですけども奪っていきますよ。さあキラーとクラクションを持った状態で前に進んでいきます。1位がすごく抜けてるんですけども、これはねトゲゾコーラで沈んでくれる可能性ある。プラスここの、最後のショートカットでね皆さんかなりショートカットしていくので、一気に差が詰まっていくといった状況になります。さあここから一気に攻めますよ。さあサンダーは落ちてない状況なんですけども、あの状態からね1周目ねかなり落ちてた状態からここまで上がることができました。ここで、周りのアイテムを潰しつつダブルアイテムボックスで入れ替えをして、さあまた来ましたキノコ祭り4個ですよ。さあ2位でトリプルダッシュキノコを持った状態です。これどうですか、この強さ。これをもってすれば最後ショートカットを2回すればねもう1位になれてしまうというとっても面白いことになってます。春菊おはようっていう感じで最後咲いてくれてありがとうございます。1位フィニッシュ。ということでこんな感じでね、新しい環境を皆さん立ち回ってみてはいかがでしょうかということで今日は終わりにしたいと思います。またね今後もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。またね。